失敗してもいいんだ。練習だから。そう自分に言い聞かせましょう。はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。また思いに変わりましたね。前回は、この太い丸筆一本で、直線の幅を変化つけて表現するというお話でした。練習してみましたか？今日はですね、また直線なんですけども、この丸筆で長い直線を一気に引いてみるというお話からしたいと思います。ねえ、なかなかそう言っても長い直線、あなたは今までやっと書いたことありますかね？勇気は湧かないでしょ？ついこうなっちゃうけどね。今日それを一気に引く、そのコツを見てくださいね。では、紙を見てください。私が今使っているのは、こんな大きいFの紙なんですね。もしここからここまで、あなたが直線を一気に引きなさいって言ったらどうしますか？結構、ね、悩むでしょ？躊躇するしね。と思うかね。では、それをうまく引くことをね、柴崎がやってみます。はい。今日は、この、筆のね、線の太さはあなたの好きにしましょう。まず、絵の具を溶くんですね。さあ、いつもの約束ですよ。まず、きれいなお水を持ってきて、絵の具をたっぷり溶くんでしたね。たっぷり濃いめです。もうこれは、もう柴崎との約束ですね。水彩で絵の具を薄く溶いてはダメです。たっぷりと濃いめに溶きます。さあ、溶きました。さあ、筆につけましたよね。では、ここからここまでです。さあ、柴崎の心を入れ替えて書くぞ。まずこれ大事なことはね、気持ちをとにかく大きく持つことです。で、失敗してもいい。今は練習なんだから。そう自分に言い聞かせましょう。失敗してもいいんだ。練習だから。何回も練習して、きっと上手くなるぞ。そういう割り切ってね、大きな気持ちで始めましょう。では、柴崎も失敗したらいいと思って書きますよ。では、見てくださいね。はい。では、少し体勢を。ここでですね、ここまで引くっていう時に大事なことは、手首を使わないっていうことですね。手首は固定したまま、肩を動かすので、肩から引く感じです。こうやって。その時にですね、この小指をね、少し紙に軽く当てるようにして書くと、これが基準になって、同じ太さの直線が一気に引ける可能性もあります。では、やってみますね。小指を軽く紙に当てるようにして、こうですね。1、2度手を動かしましょう。手を動かして、頭にこう書くんだぞって思い込ませてから書きます。どうですか？ね。だいたいまっすぐに見える？じゃあもう一回ね。ここから。どうかな？勇気いるでしょこれ。でも、やらなきゃ始まらないね。まっすぐな線。少し曲がってもしたいね。人間生きてるんだもの。定規じゃないんだからね。だから少し曲がってもいいんですけども、いっぺんに引く。この気持ち大事ですね。さあ、こうやっていろいろ書けるようになったら、少し斜めにも引いてみる？練習しよう。こちらからも引いてみる？練習です。長く引く練習です。だんだん慣れてくるからね。この手もあなたの頭でね、考えた通りに動くようになってくるはずです。でもこれは、とにかく失敗してもいいんだと割り切って、思いっきりよく引く必要ありますね。
何回も何回も試してみよう。もっと長くも試してみよう。面白いでしょ？直線が自信を持って弾ける。これは絵を描くあなたの自信にもつながる大事なテクニックです。ね。では、こうやって直線がだんだん弾けるんだって、自信が少しついてきた方は、この直線を曲げてみましょう。こう書いて、ここから曲げるですね。曲げる練習。途中から曲げるっていう練習です。ね。さて、直線が弾けましたよってなった方は、今度は曲線も弾いてみましょう。いいね。色を変えますね。色を変化させます。ここに赤があるからね。赤で描いてみましょう。今度は曲線です。まず曲線だってね、まず大きくこう、ちょっと丸みを帯びたように、そんな線が引けたらいいね。筆先をちょっと尖らしてあげて、また小指でこれをね、基準を作ってから、これも肩から大きくです。手首でいかない。肩から大きく。曲線です。面白いでしょ？曲線。いいね。だんだん描けたら少し小さい。こちら向きも描いてみる？ね。こうやって描けるんだったらすごく楽しいと思いません？これも練習です。もうあなたが自由自在に。ね。もう曲線が好きに描けるように。躊躇なく、スピード感を伴って、肩から大きく一気に。さあ描いてみましょう。直線も描けたら曲線も描ける？連続してみんな描ける？面白いね、こうなったら。さあ、どうだったですか？これを見たら、ちょっと練習してみようと思ったあなたは、ぜひぜひ、ね、頑張ってトライしてみてください。これを少しずつクリアしていくことで、あなたに大きなね、変化が生まれます。今までくまくま描いていた絵が、全然違った伸び伸びとした絵に変わるはずです。練習ですよ。はい。ね、水彩楽しいでしょ？ぜひ描いてみましょう。今日のこの動画がね、とても参考になったと思われる方は、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までね、見てくれて本当にありがとうございました。次回はまたこの続きのお勉強しましょう。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。